そう、アイシャとカズとはショックに。レイハたちを捕らえた後すぐに。そう、アイシャがね。私がもう少し早く洛陽に戻れていればよかったのですが、しかしあのアイシャがカリン様への挨拶もなしに軍を離れるとは。誰か入れ知恵した者がいるのでしょう。その抑えとしてケーファをつけておいたのだけれど、私の見込みが甘かったようね。申し訳ございません。私は何とか止めようとしたのですが、あの二人を前に力及ばず。もう少しでアイシャも落とせると思ったのだけれど、残念。ケイファ、あなたはこの後どうすればいいか分かっているわよね。ねえルル、ずーっと不思議だったんだけどさ、なんでケイファは任務に失敗して叱られてるのに嬉しそうなの？キーもそのうちわかるよ。なんだよ、ルルだけ分かってるみたいに。そこ、内緒話は後でしろ。してカリン様、ケーファーが捕らえてきた礼拝一名はどういたしましょう。とりあえずその辺りに閉じ込めておきなさい。ああ、できるだけ私にあれの声が届かないような場所にね。カダもいないし、あまり頭に響くようなことはしたくないの。お会いにはならないので。別にいいわ。10日の件が落ち着いたら頃合いを見計らって職に送り返しておいてちょうだい。手配はシューランと、そうね、シアが帰ってきたら彼女に任せてもいいでしょう。御意。なら私は少し部屋に戻るわ。何か他に報告の必要なことはある？いえ、こちらは大丈夫です。カリン様。何？レイハたちの首は跳ねなくてよろしいのですか？以前はもう力はないだろうと放置しましたが、それでもあれは幾度となく騒ぎを起こしています。確かに禍根は立った方が良いでしょうね。では。でもそうするとあれは天にも昇らず、夜な夜な私の枕元に立っては騒ぎ立てるでしょうよ。生きている間は遠ざけることもできるけれど、殺した後はどうにもならないわ。確かに。レーハならやりかねませんな。カリン様、どうかしたんですか？何か忘れている気がするのよね。レイハの件とは関係なく。他に何かありましたっけ？まあいいわ。忘れているなら大したことではないのでしょう。なら行くわよ、ケイファ。いえ、まだ日もありますし、もう少し行きましょう。分かっていますが。食料を探してきます。
ご主人様。いえ。もしかして聞こえてしまいましたか？ご主人様。分かっています。私もカダの腕が確かなことはちゃんと知っていますから。大丈夫です。それも大丈夫です。この程度の移動で値を上げるほどやわな鍛え方はしていないつもりです。私本当にダメですね。今もこうしてご主人様に心配をかけて、それにトウカ様にも。休みが必要だったのは本当は私などではなくトウカ様だったのに、私がそれに気づいて今回の義行も辞退するなりトウカ様に代わっていただくなりすれば、このようなことにはならなかったのに。本当は今回の旅の話、私も浮かれていたんです。義に来れば蜀にいる間よりもご主人様を独り占めできるって。皆と一緒の方がもっと気持ちよくなれることは今はちゃんと分かっているんです。シアやカリンに教えてもらって。いえ、本当はトウカ様やリンリンからもちゃんと教わっていたはずなのに。でもあの時はそんな期待に舞い上がって、トウカ様が本当は疲れていらっしゃることに、こうなるだろうことに気づけなかった。ご主人様、もしトウカ様に何かあったらどうしましょう。私トウカ様になんてお詫びしたらいいか。ご主人様。そうでしょうか。でしたらやはりそれは
そうですね。その方が10日様らしいと思います。それにご主人様も私の体。いえ、ご主人様らしいです。ご主人様、お願い聞いていただいてもいいですか？私、トーカ様のことを考えるととても不安で。ですから